何なんだろう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 。今変顔してもいいですか？こんにちは、久保奈々子です。私は普段モデル活動をしながらカジノディーラーとして勉強しています。質問。出身は愛知県天郡っていうとこです。めっちゃ恋しいので実家から味噌を送ってもらってます。なんか味付けが基本的にあっちの地元の方は結構濃いめに味付けてたので、なんか美味しいは美味しいけど味噌かけたら美味しいのになって思うのは時々思います。味噌カツと手羽先とあと土手煮が食べたいです。一番派手だったのは多分一人ゴレンジャーをやった時が一番派手だったかなって思います。一人ゴレンジャーとは前髪に紫一色目、こっちの半分にまずこれを半分に分けるじゃないですか。そっからまたツートンで分けてたんですよ私。なので1ブロックに赤色、1ブロックにオレンジ、1ブロックに青、1ブロックに緑で一人ゴレンジャーの完成です。はい、髪の毛は毎月1ヶ月に一度染めに行ってます。カラフルにしたり一色で収めたりとかいろんな色をするのが好きなので毎月気分で変えてます。まずトップスがこのキングリーマスクのトップスです。これトランプ柄でめちゃめちゃ可愛いんですよ。もう一目惚れしてもうなんか本当にめっちゃ可愛いってツイッターでつぶやいてたらリスナーさんがそのショールームの配信やってた時のリスナーさんがいいよプレゼントしてあげるって言ってくださって、もうありがとうございますってなって今いただいたものをめっちゃ着てます。でボトムスのこのスカート、パンツに巻きスカートのスタイルなんですけれども、こちらはリスンフレーバーのお洋服で、こちらもこの上のトップスくださった方がまたバレンタインだからって言ってくださったものです。本当にもうありがとうございます。本当にめちゃめちゃだから本当にいろんな服も着れるのもやっぱりそうやって普段から仲良くしてくださる方のおかげなんだなって思って、もうしみじみともうありがたいって思いながらお洋服着てます。あと網タイツは渋谷の109のなんか靴下めっちゃ売っとるところにあったとこで網タイツ買いました。網タイツ1個あったら おしゃれできるなって思って買いました。でこの靴を一番見てほしいんです。今日めちゃめちゃ可愛いんですよ。これヨウスケっていうブランドの厚底なんですけれども、これよく見ると猫なんですよ。もうめちゃめちゃ可愛いんですよマジで。本当にこれはもうデザインに一目惚れして、私足のサイズが25センチなんでめちゃめちゃでかいんですよ女性の中で。だから履けるかな履けないかなって思って原宿でそのヨウスケ売ってるお店に試着その試し履きした時にもう履けたんで速攻買いましたっていう感じで、今回のコーディネートはこんな感じです。イヤリングはウィゴーで買いました。服装は本当にザ王道系の量産型のファッションしたり、あとは本当にストリートカジュアルとかやったりとかで今は本当にザ原宿系の格好が好きなんでこれにたどり着いたって感じなんですけれども、メイクは本当にほぼ多分つい最近ゴロッと変わったぐらいで、多分変わるまでは本当にブラウンとかベージュとか本当に無難な色で本当に周りとそんなに変わんないメイクをしてた気がします。きっかけは自分の大好きなモデルさんの紅林遥さんがすごい好きでその方に憧れてこのカラフルめっちゃ可愛いって思って自分もやってみたいって思ったのがきっかけです。もともと実家のその宗教上の問題でその着物は着てたんですけれども、やっぱりおしゃれしたいって思って成人式を2年前にやったんですけれども、その時にやっぱ着物って綺麗だなって思って、でこの前の3月本当に今年の3月に着物クイーンコンテストっていうコンテストがあったんですけれども、そちらをきっかけにもう着物着付けを自分でできるようになりたいって思って、そこから着物文化広めたらかっこいいな楽しいなって思って、そこがきっかけです。
はい、私海外の方が着物着るのがすっごい見るのがすごい好きで、やっぱり日本の女性も綺麗なんですけれども、やっぱり海外の女性って本当に綺麗で、もうやっぱり綺麗な海外の方にしか出せない着物文化っていうのを、着物姿を見たいなっていうのがあるので、着物を着てもらって原宿の竹下通りを大勢で歩いてほしいなっていうのが今の願望目標です。まだ日本にとどまってるだけなので、行きたい国は韓国と、あとはフランスとかヨーロッパの方とか、あとアメリカとかオーストラリアも行ってみたくて、やっぱあとシンガポールにも行きたいです。カジノがあるのでシンガポールにたまたまそのご縁があって、ディーラーのそのスクールを初めて知って、でその時にディーラー体験をさせてもらった時に、いやめちゃめちゃ楽しいじゃんこれって思って、見事沼にはまって、そこから自分もディーラーできたら絶対かっこいいと思って勉強するようにしました。特技は美味しそうにご飯を食べることと、書道と、あと顔の表情筋を生かして変顔も得意です。今変顔してもいいですかこんな感じでいいんですかね大食いエピソードはだいたい基本食べ放題とか行くと元取るレベルで食べようとしちゃうとこが割とがっつり食べちゃいますね。でもペヤングのギガマックスをあるじゃないですか、でかいやつ、あれを30分かからずに食べきりました。あれそうですね、 3,4 人前を30分かからずに食べきって、なおかつ味が飽きるといけないからって言って野菜炒めも追加して食べて、で緑茶1リットル飲んで、あと締めにアイスも食べましたはい、かわいいパティーンは去年の夏ぐらいから見始めました。はい、私はやっぱり普段その着物を着ることがすごい好きで、この髪の毛、この髪色に着物文化っていうのを広めたくて、新しい原宿のジャンルを作り出したいっていうことも含めて、この新しいジャンルを広めていきたいなと思って応募いたしました。いやもうめちゃめちゃ受かってるって感じでしためちゃめちゃ嬉しかったです。はい、かわいいパティーンで新企画はなんか大食いチャレンジとかやったら楽しいんじゃないかなって思います。いや単純に私が食べるの好きだからっていう思考なんですけどでもやっぱりご飯系とかもやっぱり原宿の美味しい食べ物紹介みたいな感じのもやれたら楽しいんじゃないかなって思います。自分の一番のアピールポイントは何なんだろうでもなんか周りに言われるのは、なんか笑ってる表情見てると元気になるとか言われたりするので、そこは強みなのかなって思います。将来の野望は派手髪を増やして黒髪の希少価値を上げて着物文化を広めたりして、なんかジャパニーズカルチャーと他国の文化をごっちゃ混ぜにして新しい文化を作りたいです。やっぱり職場上とかでできない人とかもいると思うので、やっぱりそこは強制はしないんですけれども、やっぱり一度でもちょっとでもやってみたいと思ったら、本当に毛先染めるだけとかでも全然派手髪は楽しめるので、よかったら毛先染めるだけとかメッシュ入れるだけとかでもやってみたら絶対世界は変わるので、やっぱり派手髪したら一度はやってみてほしいなってのがあります。私を一言でなんか助動詞とかなんか絶対一言じゃ収まらないんですけれども、なんだろう、真面目だけどアホです。真面目だけどアホだなって自分で思います。でもアホだけどなんかバカにされないアホっていうか、なんか愛のあるアホでありたいので、真面目だけど愛のあるアホみたいな、いかがでしたでしょうか。少しでも私のこと分かってもらえたら嬉しいです。
そして、お知らせなんですけれども、私インスタグラムにいろんな髪の毛載せたり面白いことを載せたりしてるので、よかったらインスタグラムのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それと今回の可愛いパティーンの動画にところのコメント欄とかで私に対して少しでも興味持ってくださった方はぜひぜひコメントとかしてくださると私がめっちゃ喜びますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは久保奈々子でした。